かつて長崎から福岡方面へ向かう鉄道路線は廃棄を経由していました。現在の大村線と佐世保線です。1934年に有明海沿いを通る短縮ルートとして長崎本線が開通しました。島原鉄道は水害、噴火、利用者減少による経営難などに直面しながらも、その度に奮起し危機を乗り越えてきました。カフェトレインを走らせるなどの工夫で若い観光客も増えつつあります。小浜鉄道は観光客を小浜温泉に運ぶために海岸線沿いに敷かれた鉄道です。ここは山が海岸線ギリギリまでせり出した難所です。20万人の労働者と現在の貨幣価値で約40億円、そして5年半の歳月を費やして完成しました。しかし運賃の安いバス路線が普及したため、わずか11年でその役割を終えました。佐世保から佐賀県有田まで北松浦半島をぐるりと周回して走るのが松浦鉄道です。かつては有田の陶磁器や佐世保の石炭を港に運ぶのに使われた鉄道です。長崎市内では長崎電気軌道をちんちん電車の愛称で知られる路面電車が走ります。初めて街を走ったのは1914年です。1984年からは25年間、運賃を100円に据え置き、その安さからも市民に愛されています。1945年、原爆で車両や従業員の多くが犠牲になりました。それでもわずか3ヶ月後には、市中心部の運行を再開します。1982年の長崎大水害でも、3日後には運行を再開しました。100年以上の歴史ある車両と最先端車両が同じ軌道を走るユニークな路線です。長崎空港は大村湾に浮かぶ小さな島、三島を核にして作られた空港です。もともとスイカなどの栽培が盛んな島でしたが、空港建設のため島民66人全員が島から立ち退きました。大村湾は高波が発生しにくいため、就航率はほぼ 100% です。また、長崎空港と本土の間には、ブイで囲まれたエリアがあります。救難飛行艇などが使う水面滑走路です。西園木半島の先端は、幅の狭い針尾瀬戸を挟んで、対岸に佐世保市があります。ですが、この針尾瀬戸の潮の流れは激しく、渡るのは容易ではないため、陸の孤島とさえ呼ばれていました。戦後、住民の切実な声を受け、橋を架ける事業が始まります。戦後の物資の乏しい中、どうすれば鋼材を節約しながら強度のある橋ができるかを考えて作られました。また、潮流が速く、水中に支柱が設置できないため、世界初の試みで両岸から橋を伸ばしていく工法が採用されました。1955年、ついに西海橋が完成しました。半世紀が過ぎてもデザインの古さを全く感じさせないシンプルで美しい橋です。